2021年から始まっている国連海洋科学の10年では、こんな海になってほしい、私たちが求める海というのがこの7つあるんですね。まず1つ、きれいな海。2つ、健全で回復力のある海。3つ、生産的な海。4つ、予測できる海。5つ、安全な海。6つ目、万人に開かれた海。7つ目、夢のある魅力的な海です。それぞれどんな海か考えてみようというのがこの1週間のイベントのコンセプトになっています。ユネスコ IOC と海洋教育ということで、オーシャンリテラシーを学んでいただきたいなというふうに考えています。そこで本日はですね、今日この中の一つ、一番最初のきれいな海について皆さんに楽しく学んでいただきたいと思います。これも飼育してたジンベエザメがだんだん元気なくなってきて、なんかご飯食べないで、最終的にはいろいろね、獣医さんが処置をしたんだけども、残念ながら亡くなってしまった。で、お腹の中で死んでしまったら必ず原因を調べるのね。で、お腹の中調べたら、中からこの今見てもらってるこの黒い棒みたいなのが出てきたの。最初何か分からなくって、何やろうこれで、よくよく調べたらプラスチックでできた串の上の部分ということが分かったのね。海にたどり着いたプラスチックの串のゴミがぷかぷか浮いてたところに、こうやってジンベエザメがガバーガバーと餌を吸い込んで一緒に飲み込んじゃった。で、お腹に入っちゃって、で最終的にはそれが傷ついちゃって、あんなに大きな、さっき大きかったでしょ、大きなジンベエザメがこんなちっちゃな12センチのゴミで命を落としてしまった。そういうことがありました。最近柏島はね、全国区になってきたんですけど、どこかというとですね、こんなんです。船がなんか空に飛んでるように見えませんか。宙に浮いてるように見えます。これがなんと、それもね、港の中です。港の中にもかかわらず、こんだけ透明度が高くて船が浮いてるように見えます。そのバットの中に入っている砂から微小貝とかさまざまな海の生き物の一部が流れ着いてますので、それをそれぞれ取って集めてみましょう。今多分これあ、そうやな、ちっちゃい貝やな。今これ絶対ジャイマンとかよしげたら。こんだけ綺麗な海やのに、よく見てみるとこんなにマイクロプラスチックがいっぱいあるっていうのがね、みんなに知ってもらいたいなと思ったことです。健全で回復力のある海について考えてみようと思います。海はこの海だけでは今の状態であり続けることができないので、私たちが住んでいる陸上の森とか川のつながりによって海の中の魚とかサンゴたちが暮らしていくことができるんですね。海の生態系を考えるということは、私たちと海との共生、一緒に暮らしていくのはどういうことかというのを考えることにつながっていきます。森というのは緑のダムって言われてるんですね。水をちゃんと貯める役割があります。で、その土の中に入った時に、その雨に栄養分が溶け込んで川になって下ってきたところに豊かな海が生まれるわけですけども、それをですね、今日は高知県で一番透明度の高い川で仁淀川というところがありますけども、そこで撮った映像を皆さん見てもらいたいと思います。で、森の栄養っていうのは栄養になって直接海に行くだけじゃなくて、森から落ちた葉っぱがありますよね。こういった落ち葉を食べて川の生き物の餌にもなってます。私たちは海の中の森がなくなってきてて、今アオリイカが卵を産む場所がなくなってきてるんですね。それである方法でイカを増やそうとしてます。さあ、これはですね、ヒノキです。人工林ってね、ヒノキの木を切ったときに、間伐材の木を切ったときに不要になってゴミになるような枝葉をもらってきて、これを先ほどの海藻の代わりにしようということで、地元の6年生たちがね、ずっとこれで作ってるんですね。で、これをイカの産卵場所にするんです。めちゃくちゃ喜んでわさわさ集まってきて、こうやってほら卵を産みに来てます。で、柏島のこのところてんという文化を末永く残していこうということで、私たち研究者も海藻をちゃんと天草をもっと増やしていこうという取り組みを今しているところです。ジンベエザメ、今謎がいっぱいって言ったでしょ。もちろん飼育しててわからないこともいっぱいあるし、
海でどんな生活をしてるかっていうのもまだまだわからないことがいっぱいあるの。だから海に帰るジンベエザメにちょっと協力してもらっていろんなことを教えてもらおうと思って、帰るジンベエザメの背びれのところにこんな装置をちょっとつけさせてもらいます。このね、ヒレのところにこうやって。でこれはちゃんと一定の期間、例えば1ヶ月とか何週間っていう風にタイマーがついてて、その期間になったら勝手にここからピョーンって外れて海にプカーンって浮かぶような装置になってます。でこれに何が記録されるかっていうと、ジンベエザメがどこを泳いでるかとか、どんな深さを泳いだとか、あとはその泳いでた海の温度、あったかいとか冷たいとか、それがここに記録されます。はい、このイカはね、先週生まれたぐらいのまだ生まれたてなんだけど、もうこのイカ1匹で生きているのよ。餌も自分で取る。イカ墨吐くでしょ。このちっちゃいイカももう墨吐けるの。これジンベエザメの歯なんです。これが大きなこれね、この大きなお口の中全部に約8000本。万人に開かれた海ということで、このマークが示すようにですね、開かれたというのは海のさまざまな情報に鍵がかかっていない状態、つまりデータが自由に使える状態を意味しています。海の中では実際に起きていることとかを直接追いかけてみることは難しいんですが、温暖化であるとか気候変動でどのように海が変化しているのか、あるいは海の流れによって軽石ですね、軽石などのものがどのように流されているのか、これまで観測してきたデータを使うことで海の中を知ることができるんです。気候予測モデルというのは海だけでなくて陸域などを含めたとても複雑なプロセスが入っています。陸とか海、大気の流れ、海洋の流れ、海氷、積雪、さまざまなものが入っていて、それをコンピューター上で計算するというものでございます。左側が、私たちがこのまま CO2 を出し続けた場合、右側が少しでも頑張ってカーボンニュートラルを実現した場合というものなんですけれども、2050年ぐらいになると左側だと海氷がなくなる、右側だとまだまだ夏の海氷が残るということで、少しでも頑張れば北極の氷が私たちに守れるということが分かってくるかと思います。そして僕がやったのは何かというと、その気候の複雑系の中で一番本質的なものを抜き出して、比較的重要と思われないものを全部バッサバッサ切り落として、本質的なものだけをその複雑なシステムの中から引き抜いて、そして比較的簡単な物理法則に基づいたモデルっていうものを作ったんですよ。最近なんか魚は取れなくなってるんですけど、実はこれ減った量を考えるとマイワシが減ったことでほぼ説明できるので、なんとなく日本の水産業が元気がない気がするんですが、これマイワシのせいなんですね。というわけで、マイワシの変動というのは日本の水産業全体に関わる大問題となっているわけです。なんで軽石の話をしてたのかというと、海の情報を皆さんに興味を持ってもらいたいからです。で、軽石そのものも面白いんですけど、その軽石を探しに行くときにですね、どこに探しに行ったらいいのかっていうのを、例えばこれジャムステックが軽石のシミュレーションをやってどこに行っていくかっていうのをずっと YouTube で公開しています。予測できる海についてをテーマにしたいと思っています。皆さん予測と言いますとまず、大きな大地震ですねを思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、実は海の底の地層を調べると地震が起こるまでの変化だけではなくて、さまざまなことが分かるようになってきます。この先どうなっていくのかが見えてくるんですね。で、本日は、皆さんから見て左側にあるこちら大きな船の模型や実際に海で使っている道具や機材を見ながらどんな予測がされていて将来の海がどのような風になっていくのかを考えてみたいと思います。こういういろんな最新の機器を使って、調査分析をしているところです。で、いろんなことが分かってきたんだけども、それでもまだ南極っていうのはまだまだ謎だらけで、これからの研究っていうのがすごく
重要になってくる。それでこういう研究が進むことによって、さっき言ったような将来の地球環境っていうのが、それから海水準の変動とか、そういうことが詳しくこれから分かってくるだろうと思ってるんです。でこういった海の変化はゆっくり変化するので、すぐ急に大きな変化は起こらない反面、回復にすごく長い時間がかかる。ですので海が予測できる海であり続けるというのはすごく大事なことなんですね。予測できない海になってしまう前に対策が必要になってきます。例えばこの海の中っていうのはすごい静かなんですけれども、やっぱりこう天気によって波がジャバジャバしたりして、それがノイズになってそのゆっくり滑りなどの小さい変動を捉えることができないんですけども、こういう深いところに行くとそういったノイズっていうのがかなり低減されます。なので非常にいいデータが取れるということで、こういう地球を使った観測というものを私たちは行っています。それで地球っていうのはどんな船かというと、石油やガスを探すための船ではなくて科学目的です。で長い鉄のパイプをつないで海の海底まで下ろして、そこからドリルで掘り進めて海底のサンプルを取って、そこから地震の研究を進めたり、海底資源の研究したり、環境変動の研究したりする、そういったことのために使う船です。安全な海とについて、一緒に考えていきたいと思います。地震や津波はなぜ起こるのか、海の災害と防災について楽しく学ぼうということで、どのようにして安全に海と暮らしていけるのかを考えていく一日にできればと思っております。はい、実は私も昨年24年の、10月から12月にかけて2ヶ月間地球に乗船しまして、この航海に参加しました。私は、岩石の物理的な性質を調べるチームの一員として乗船しました。でこの右側、サンプルパーティーと書いてありますけれども、私たち研究者は、乗船中に決められた測定のほかに、自分で資料を持ち帰って下船後に自分のラボで研究するということも行います。陸よりも海の底によりたくさんの火山があるんですけれども、でもほとんどの海底火山は怖くないんです。すごく深いところにあるから。でも中には浅いところにある火山があって、それがカルデラ火山だと津波も起こすし、大きな噴火もするので危ない噴火をすることがありますということですね。無人探査機で、海の中にもう完全に入ったセンサーが動くっていうのを確かめていくということですね。これがこれ海底が2600メートルって書いてますけれども、その下500メートルが穴が掘ってあるわけです。そこに下ろしていくということですね。実際に、船にいる、方々につないでみたいと思います。ここは地球のブリッジ操舵室になります。実際に、船を操作する部屋になっています。で、こちらが船の船首前方になります。今ちょうどヘリデッキの下の部分が見えています。これは掘削するときに海底面にたどり着くためのパイプをたくさんここに積んでいるんですけども、それをどんどん下ろして海底面までパイプをつなげていってですね、それでコア資料、地質資料を取るための作業を行うところになっています。夢のある魅力的な海ということをテーマにしています。このマークが示すようにですね、何か絵とか作品に表現したくなるような魅力を持ったものでもあります。イカってすごく目がいい生き物なんですね。びっくりするぐらい餌を観察できるんです。よく狙いを定めて触腕の距離を考えながらピュッと伸ばして餌を食べます。イカキャッチャー、こういうふうに触腕がビュッと伸びる模型になります。それでは皆さん早速作っていきましょう。はい、できましたか？できた子は勢いよくストローをつけてふーっと吹いてみてください。ちゃんと足が全部伸びるかな？